夢と現実の狭間、マリー・アントワネットの幼少期。オーストリアの美しい自然に囲まれ、若いマリー・アントワネットは幸せな日々を過ごしました。家族と一緒に過ごす時間は、彼女にとって夢いっぱいでした。庭での冒険、花々と遊び、無邪気な笑顔がその日々を彩りました。しかし、彼女の未来は国際政治の影響を受けることになりました。彼女の運命は、大国たちの駒として決まり、彼女の世界は一変しました。それでも、彼女の心には夢が溢れていました。遠い未知の地への旅立ちを前に、彼女は自身の未来を想像し、時には不安に押しつぶされそうになりながらも、新たな冒険に胸を躍らせました。この物語は、夢と現実の狭間で揺れるマリー・アントワネットの生涯を描いています。彼女の幼少期は夢いっぱいで、大人になるにつれて、彼女は自分自身を発見し、成長しました。彼女は大きな試練に立ち向かい、歴史の中で永遠の輝きを放つこととなるでしょう。運命の旅立ち、マリー・アントワネットの新たなる始まり。若きマリー・アントワネットは、生まれ育ったオーストリアの地を離れ、運命の糸に導かれるままにフランスへと旅立ちます。彼女の旅路は未知への期待と不安が混じり合う複雑な心境を彩ります。宮廷の輝かしい未来を胸に、彼女は自らの意志とは無関係に、一国の王妃としての新たな人生へと歩みを進めるのです。彼女の目に映るのは、オーストリアの静かな森林からフランスの壮麗な風景へと変わる移りゆく景色。それは、彼女の新しい人生への扉を開く旅であり、未来への橋渡しでもありました。彼女は越の窓から外を眺めながら、これまでの生活とこれから訪れる変化を思い描きます。旅立ちの日、彼女の目には涙が浮かび、心には母国への別れの思いが満ち溢れていました。しかし、勇敢にも、彼女は運命を受け入れ、彼女を待つ新たな章へと一歩を踏み出すのです。この一歩が、やがて彼女の人生を、そして歴史を変えることになるとは、その時の彼女にはこれから訪れる運命の重大さが、まだ見えていませんでした。輝きと影、ベルサイユの若き王妃。マリー・アントワネットが初めてベルサイユ宮殿の門をくぐると、息を飲むような美しさが彼女を迎えます。金箔と光の海が広がる宮廷は、壮大な歴史と神話を描く絵画とフレスコ画で飾られていました。世界中から集まった貴族たちのまばゆい装いは、華やかな舞踏会を予感させます。若き王妃は、この新しい世界で自分の場所を見つけようとしました。彼女の優雅さと美しさはすぐに人々の注目を集め、彼女の周りは常に囁き声で満ちていました。しかし、華やかな宮廷の裏で、彼女は自身の感情と孤独に静かに向き合い、故郷、オーストリアの家族との温かな記憶と新しい責任の間で心が揺れ動いていました。宮廷での生活はマリー・アントワネットにとって魅力的でありながらも、連続する挑戦の連続でした。彼女はたちまちフランスの社交界の中心となり、その魅力で多くを魅了しました。しかし、その輝きの中には、避けられない運命の影も潜んでいたのです。王妃の心の重み、マリー・アントワネットの内面と成長。若くして王妃の冠をいただいたマリー・アントワネットは、その美しい冠がもたらす重い責任を感じていました。国の象徴として彼女は愛される王妃になることを目指し、自身の理想を追求します。公の場では彼女は笑顔で民衆を迎え、洗練された態度で外国のゲストを魅了していました。しかし、宮廷の華やかな生活の裏で、彼女は自分自身と向き合い、孤独と戦いながら自分の道を探していました。王妃としての日々は外見の華やかさとは異なり、内面の葛藤と戦いの連続でした。彼女は自分の役割を果たすために社交界の厳しいルールに挑戦し、同時に温かい心で民衆に接しました。マリー・アントワネットの真の強さは、これらの挑戦を乗り越えた後に、ようやく世に認められるのです。秘められた心、マリー・アントワネットの禁じられた恋。
ベルサイユの壮麗な廊下で、王妃マリー・アントワネットは外見上は完璧な王妃でしたが、心の中には秘められた感情が渦巻いていました。社交界の輝く光の中、彼女だけが知る深い影が存在していたのです。それは禁じられた恋の光景でした。この恋は彼女の地位と国の安寧のために隠されていましたが、彼女の微笑みや目の合わせ方にその内なる情熱が時々見え隠れしていました。彼女と恋人だけが共有する秘密の言葉は、宮廷の壁を越えて二人の心を結びつけていました。王妃としての役割はこの恋を公に許さなかったが、彼女の人間としての心は愛を深く求めていました。この恋は宮廷の噂にはならないままでしたが、彼女の心には消えない感情の波紋を残しました。マリー・アントワネットの秘められた恋は、彼女の日常に甘い逃避をもたらし、彼女の人生に深い影響を与えたのです。影に潜む嵐、マリー・アントワネットの逆境。ベルサイユの輝く壁は、これまでの陰謀と秘密を静かに見守ってきましたが、王妃マリー・アントワネットの周りでは、暗雲が立ち込め始めていました。彼女は宮廷の複雑な網の中で自分の立場を守るために戦っていましたが、彼女の言葉や行動が友か敵かわからない者たちの間で疑念を呼んでいました。彼女は信頼できる人物を見つけることが難しくなり、周囲の人々に対する警戒を強めていました。ベルサイユの美しさの下には、目に見えない亀裂が広がり始めていたのです。王妃の身辺での友情と裏切りはもはや区別がつかず、彼女の微笑みの裏には不安と恐れが隠されていました。宮廷内の陰謀は彼女を次第に消耗させ、精神的な重圧を増加させていました。王妃としての責任を果たしながら、彼女は宮廷の策略と戦い、心の支えを求めていました。しかし、その支えが見つからない中で、彼女は孤独と不安の中に深く沈んでいき、王座の周りの危機は日増しに高まっていくのでした。革命の予兆、マリー・アントワネットとフランス国民の断絶。ベルサイユ宮殿の華やかさの裏で、フランスでは困難な時代が始まっていました。飢餓と貧困に苦しむ人々の中で、宮廷の贅沢な生活への怒りが高まっていました。特に、王妃マリー・アントワネットは、国民の不満の的となっていました。彼女の外国人としての背景と理解されない生活様式が、人々の怒りをさらに煽っていました。宮廷では王妃が依然として舞踏会を開いていましたが、その窓の外では、人々の不満の声が大きくなっていました。革命の機運は町から田舎まで広がっていき、王妃にもその声が届き始めていました。彼女は国民の苦しみを理解しようと努めましたが、長年の不信感は簡単には消えませんでした。国民の反発は、フランスとマリー・アントワネットの運命を変えていくことになります。嵐への序章、マリー・アントワネット、国民の怒りの中心に。ベルサイユの静けさの中にも変革の風が吹き荒れていました。国民の怒りが高まる中、王妃マリー・アントワネットは不安と恐れを感じつつも革命の足音を聞いていました。彼女の豪華な生活は苦しむ国民にとっての怒りの的となっていました。彼女は家族と王座を守ろうと必死になりましたが、国民の怒りは止まらず、王室の力は弱まる一方でした。宮廷の祝祭は影を潜め、マリー・アントワネットの笑顔も消えていきました。その間、民衆はますます力強く立ち上がり、新しい秩序を求めていました。やがて、国民の不満はマリー・アントワネットを標的にしました。彼女は国民の怒りのはけ口として捕まり、革命の波に飲み込まれていく運命にありました。この時、
彼女は自分の立場と未来について深く考えたものの、その思いは革命の嵐に飲み込まれてしまいました。終わりの始まり、マリー・アントワネットの逮捕と裁判。革命が進む中で、王妃マリー・アントワネットの運命は悲劇に向かいました。彼女の豪華な生活は終わり、逮捕される現実が待っていました。かつて愛された王妃は革命によって宮殿から引きずり出され、裁判にかけられました。彼女は冷たく暗い独房に閉じ込められ、孤独と絶望を感じました。裁判では彼女に対する多くの非難がありましたが、その中には根拠のないものもありました。彼女は自分の潔白を訴えましたが、裁判官たちは彼女の言葉を聞き入れませんでした。王妃の運命は革命によって決定されているようでした。彼女の誇りは残っていましたが、彼女の未来は暗く不確かでした。マリー・アントワネットの逮捕と裁判は、フランス革命の中で象徴的な出来事となりました。彼女は静かに自分の運命を受け入れることになりました。静寂の中の反省、マリー・アントワネット、最後の日々へ。革命の荒波により、最終的な局面へと近づいていました。独房の中での彼女の日々は、過去への反省と未来への不確かな思いに満ちていました。ベルサイユの映画は遠い過去のこととなり、現在彼女は孤独と対峙していました。彼女の心は、かつて愛した家族、美しい宮廷での生活、そしてフランス国民へと向かっていました。王妃としての日々を思い返し、彼女は自身の選択と行動を深く振り返っていました。彼女の運命は、静かに、しかし確実に最終章に近づいていました。まだ終わりを告げてはいない彼女の物語は、次の章へと続いていくのです。それは、処刑場へと向かう静かながらも重苦しい足取りを予感させるものでした。マリー・アントワネットの物語は、彼女自身とフランスの歴史に深い痕跡を残し、最後の瞬間に向けて動いていました。彼女の最後の日々は、革命の真実と悲劇の象徴として、歴史に刻まれることになるのです。運命の終幕、マリー・アントワネットの最後の日々。歴史の荒波の中で、マリー・アントワネットの人生は最後の局面を迎えました。革命の中心で、彼女はフランス王国の象徴として最終的な犠牲者となります。処刑の朝、彼女は静かに自分の運命を受け入れ、堂々とした姿勢でその時を迎えました。彼女は歴史に刻まれる重要な瞬間の一部として、その場に立っていました。マリー・アントワネットの最後は、革命の時代の悲劇的な象徴となりました。彼女の人生は、愛と憎しみ、栄光と挫折が交錯する複雑な物語でした。彼女の最後の瞬間は、革命の歴史において、永遠に記憶されることになります。彼女の物語は、権力と責任、そして変化の時代の重要な教訓を私たちに伝えます。マリー・アントワネットの最終的な結末は、その時代の激動を象徴し、後世に多くの思索を促す出来事として、歴史に名を刻んだのです。